愛する人と一緒ならあなたは罪を犯すことができますか。1951年3月8日、アメリカ・ニューヨークで2人の男女の死刑が執行されました。被告人の名前はレイモンド・フェルナンデスとマーサ・ベック。彼らは2人で共謀し、罪なき人々を次々と殺害したサイコキラーカップル。レイモンドが電気椅子にかけられる2時間前、彼はマーサにこんな手紙を送っていたんです。俺が愛したのはお前だけだ。そして手紙を受け取ったマーサは嬉しそうに微笑み、こうつぶやいたんです。これで私も喜んで死ねるわ。アメリカ中の注目を集めたサイコキラーカップル。2人はなぜ罪のない人々を殺したのか。その背後には異常者同士のいびつな純愛があったんです。おさす、週末のワルキューレハマったよ、ケンちゃんです。過去形、美しすぎて罪深すぎる女、闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは異常者同士のカップルの話なんです。このね、異常な2人、出会ってなければね、冒頭でもご紹介した、死刑にはね、ならなかったんじゃないかとも言われているんです。相乗効果があったってこと？まずはね、そんな2人の出会いから見ていきたいと思います。運命の出会い。遡ること75年ほど前の1946年、アメリカ・ニューヨークに幾多の修羅場をくぐり抜けた一人の男がいました。男の名前はレイモンド・フェルナンデス、32歳。彼の日課は新聞に掲載されている恋人募集欄を見ること。レイモンドがこの恋人募集欄で出会った女性の人数はわずか2年間でなんと100人以上。一体なぜ彼はこの短期間でそれほどの人数の女性と出会ってきたのか。実は彼、ただの恋を置き男ではなかったんです。レイモンドの正体は結婚詐欺師。彼が獲物とするのは主に未亡人でした。第二次世界大戦が終わって間もないこの時代、夫の訃報に悲しみに暮れる女性たちの心の隙間につけ込んでいったんです。クソ野郎だな。そしてレイモンドは次々と未亡人を騙しては財産を奪い取っていました。そんなクズ男レイモンドなんですが、この後彼は運命の出会いを果たすんです。フランスに前もいなかったこんなやつ、紹介したやつ。いましたよ。これね、頭がね、こんな感じのアンリ・デジレ・ランドリーね。では一体ね、レイモンドはね、どんな女性と会ってきたのか見ていきたいと思います。ある日、レイモンドはいつものように新聞の恋人募集欄を眺めていました。そして一人の女性に目をつけます。その女性はマーサ・ベック、26歳。彼女はフロリダ在住で看護師長の職に就いていました。レイモンドは看護師長なら金を持っているだろうと考え、マーサに近づくことにします。そしてレイモンドはマーサとしばらく手紙のやり取りをして、一月も経たないうちにフロリダのマーサの家に転がり込むことに成功。しかし何日か夜を共にした後、レイモンドはマーサを捨てることにするんです。というのもマーサは二人の幼い子供を抱えるシングルマザーで、決して裕福ではなかったんです。予想とは違ってお金を持たなかったマーサに対し、レイモンドは何も伝えずにニューヨークに戻り、君とは結婚できないという内容の手紙を送ったんです。最後までクソ。突然の別れを告げられたマーサ。そして彼女は悲しみに耐えきれずガス自殺を図ったんです。自殺は未遂に終わったんですが、数日後レイモンドがその話を知ります。警察沙汰になることを恐れ焦ったレイモンド。彼はマーサの精神の安定を図り、気分転換にこちらに来てみてはどうかとマーサをニューヨークに呼び寄せました。こうして二人は再び一緒に生活することに。当然ですがレイモンドは自分が結婚詐欺師だということをマーサに隠していました。しかしいつまでも隠すことはできないと判断したレイモンドはとうとう自分の正体をマーサに打ち明けるんです。俺の本当の仕事は結婚詐欺師なんだ。愛する人がまさかの犯罪者だった。この真実を知ったマーサはレイモンドの手を取り彼に訴えかけます。レイモンド、お願い。私も結婚詐欺師になる。は？なんでやねんねん。なんでやねん案件よこれ。マーサはね、レイモンドの正体知っても、それでももう仕事手伝うわっつって言って聞かなかったんだそうです。なんでやねん。結婚詐欺師カップル。最初のターゲットはペンシルベニア州に住む未亡人エスター・ヘナ。レイモンドはマーサに留守番しているように頼んだんですが、マーサはついていくと言って聞かなかったんです。マーサは愛するレイモンドを知らない女と二人きりにするのが我慢ならなかったんです。そのためレイモンドは仕方なくマーサは自分の妹だと偽りエスターに紹介。そしてエスターはその嘘を疑うこともなくレイモンドと結婚。ちょれーな。こうしてレイモンド、マーサ、エスターの3人は奇妙な共同生活を始めるんです。そしてレイモンドとマーサはエスターの年金受取人の名義をレイモンドに変更させ、エスターの持つ財産を全て奪い姿を消すんです。その後も2人は複数の町で同様の犯行を繰り返し、未亡人たちから財産を騙し取りました。まさかのうまくいっちゃってんじゃないの。そうなんですけど、マーサがねついにやらかしてしまうんです。
順調に犯行を重ねていく2人だったんですが、どれも長期的な資金源にはなり得ず、2人の手持ちはどんどん寂しくなっていきます。そんな時に見つけたのが66歳の未亡人ジャネット・フェイ。彼女はニューヨークの繁華街に広いアパートを借りているお金持ちでした。レイモンドはいつものように偽名を使いジャネットの自宅を訪ねます。知り合って数日でジャネットと宗教問題について熱く語り合うほど親しくなったレイモンドはマーサを連れてきて兄弟だと紹介。ジャネットは快くレイモンドとマーサを自宅に留め、すぐに仲を深めるんです。そうして数週間後にレイモンドがいつもの計画通り結婚を申し出ると、ジャネットは快諾。こうしてジャネット、レイモンド、マーサの3人は一緒に暮らすことになるんです。しかしある日、悲劇は突然起こります。その日の夜中にレイモンドの部屋にいたマーサは見てはいけないものを見てしまうんです。マーサがレイモンドの寝室に入った時でした。そこには裸のレイモンドとジャネットが腕を絡ませて寝ている姿が。その瞬間にマーサは発狂。完全に正気を失ってしまうんです。そしてマーサはハンマーを手に持ちジャネットに襲いかかります。ジャネットが死ぬまで何度も頭を殴打。レイモンドはマーサの迫力に圧倒され、彼女の犯行をただ呆然と見ているしかできませんでした。その後レイモンドとマーサはジャネットの遺体を処理、すぐさま逃げるようにニューヨークを去ります。そしてそれまでと相変わらず2人は結婚詐欺を繰り返しながら全米を放浪する生活を送るんです。殺人まで犯すってさ、そもそもマーサ自身もめちゃくちゃヤバい人間なんじゃないの？マーサ自身もね、結構壮絶な半生を送ってるんです。欲望を抑えた青春。マーサ・ベックは1920年5月6日にフロリダ州の中流家庭に生まれました。父親のウィリアムはマーサが10歳の時に家出、以降は禁欲的な母親の下で育てられたんです。母親は自身が禁欲的な生活を送っていたせいなのか、それをマーサにも押し付けるんです。もうそういうのやめよう。中学生になったマーサが同級生の男の子と映画館に入るのを目撃し、その男の子に殴りかかることもあったんです。やべえな。そんな母親の監視にマーサは非常に苦しめられます。実はマーサは幼少期からホルモンに異常があったようで、強い性欲に苛まれていたんです。そのためマーサの欲求不満は徐々に募っていきます。その後高校を卒業したマーサは看護師試験に合格。同時に彼女はノイローゼ寸前の欲求不満を解消するべく単身でカリフォルニアに移住しました。家を出た一番の理由は男あさり。毎日街に出て男を探す日々を過ごすマーサ。そんな生活を送っていては自然とその日は訪れるんです。そう、マーサは妊娠してしまうんです。マーサはすぐに相手の男に妊娠の事実を知らせます。妊娠を知られた男はその場では嬉しい、結婚しようなどと言っていました。しかし後日男に連絡を取ろうとするも音信不通。もうクソ。そう、信じられないことにこの男はそのまま逃げてしまったんです。これによってまだ年若いマーサは当然ひどく傷つきます。そのまま重いうつ病に陥り仕事も辞めてしまいました。そうしてマーサは仕方なく帰郷することにしたんです。帰郷後マーサは出産。ご近所には海軍将校と結婚したけど戦死したなどと嘘をついてごまかしていました。そして1946年、彼女は地元の障害者支援施設で働き始めます。仕事を要領よくこなし、上司からの信頼も厚かったマーサはすぐに看護婦長に昇進したんです。そんな時同僚の男がからかい半分でマーサの名前で手紙を出しました。その宛先は新聞の恋人募集欄でした。かくして異常な欲求不満に悩まされ続けたマーサは運命の男レイモンドと出会うことになったんです。マーサ、なかなか壮絶な人生ね、この。ですがね、そんなマーサと出会ったね、結婚詐欺師レイモンド。彼もまたね、マーサ以上のね、苦難の人生を送っているんです。レイモンド・フェルナンデスは1914年12月17日にハワイで生まれました。その後間もなく一家はコネティカット州に移住。小さな農場を経営して暮らします。子供の頃のレイモンドは明るく活発で学校の成績も優秀。そして1932年18歳になったレイモンドはスペインへ移り、叔父の農場で住み込みで働きます。近所からは働き者の好青年と評判でした。その後20歳で村の女性と結婚して子供も授かり、幸せな家庭生活を送るんです。そして第二次世界大戦終結後間もなくの1945年、レイモンドは妻と子供のためにアメリカに渡って出稼ぎをすることを決意。しかし彼が家族の元に戻ることは二度とありませんでした。なぜならアメリカに渡る船の上で彼の人生を180度変える出来事が起こったんです。それはレイモンドが甲板に上がろうとした時のこと。突如スチール製のハッチカバーがレイモンドの頭上に落下。なんと頭蓋骨が激しく陥没したんです。応急処置の甲斐もあり一命を取り留めたレイモンド。しかし船がアメリカに到着した後、翌年の3月まで入院することになるんです。加えて退院したレイモンドは以前の礼儀正しく社交的な側面を完全に失っていました。笑顔を見せることがなくなり、些細なことに興奮して怒鳴り声を上げるなど、すっかり人格が変貌していたんです。レイモンドは退院後、完全に社会的側面を失っていたんです。その原因が社会的行動障害というわけで、本日のメトラーキーワード。
社会的行動障害とは、言動や感情をその場の状況に合わせてコントロールできなくなる高受脳機能障害の一つ。高受脳機能とは、言語や記憶、注意力や感情などの人間が持つ脳の認知機能の総称のこと。そして社会的行動障害は、体に障害があるように見えないため、外見からは判断しにくく、言動によって周囲に誤解を招きやすいものなんです。一見何不自由なく日常生活ができているように見えるんですが、時に感情のコントロールができなくなります。そしてひどい時には大した理由もなく突然感情を爆発させて暴れることもあるというんです。この社会的行動障害は後天的に発症することがあります。そのきっかけとなるのが頭部への外傷。戦場での事故によって頭部に重傷を負ったレイモンドは笑顔を見せることが少なくなり、会話中に突然暴れ出すようなことが多々あったんです。レイモンドがハッチにぶつけた箇所は前頭葉。前頭葉は感情をコントロールする機能を持つ脳の中でも重要な部分なんです。戦場での事故で前頭葉に外傷を負ったことで、レイモンドは感情や欲求が抑えられないようになったんです。頭打って人格変わるってさ、フィクションの世界だと思ってたけど、マジであんのねこれね。そうなんです。びっくり。高青年だとね、うんレイモンド退院後ね、本当に人が変わってしまったんです。そんなレイモンドの異常な行動の始まりは退院後間もなくのことだったんです。1946年3月15日、真面目だったはずのレイモンドがなんと逮捕されます。罪状は窃盗。レイモンドは病院から汚れたシーツの入った袋を盗み捕まってしまったんです。なんでやねん。そして警察に動機を聞かれたレイモンドはこう証言していたそうなんです。自分でもさっぱりわからないんだよ。なんでやねん。これは先にお伝えした社会的行動障害の影響だと言われているんです。こうしてレイモンドはフロリダの連邦刑務所で1年の刑を宣告されました。さらにもう一つ、レイモンドの性格に劇的な変化があったんです。その変化とは過剰な性衝動。女性ならば若かろうが高齢だろうが一切関係ありませんでした。条件はただ一つ。とにかく性別が女性なら良かったんです。頭部の損傷によって感情のコントロールができなくなり、異常な性欲を覚醒させたレイモンド。そんな彼が次に選んだ仕事が結婚詐欺師でした。そして1年の刑期を終えて出所したレイモンドはニューヨークに渡り、新聞の恋人募集欄を利用し、結婚詐欺師の活動を始めます。こうしてニューヨークに渡ったレイモンドはわずか2年の間に100人以上の未亡人の財産を奪い取っていったんです。そんな中で26歳の看護婦長マーサ・ベックと出会い、共に結婚詐欺を行い、ついには殺人にまで手を染めてしまったんです。二人にとっては運命の出会いかもしれないけど、殺される側にとっちゃも最悪よこんなの。絶対出会いたくなるね、この二人にね。嫉妬に駆られるマーサがね、ジャネット夫人を殺害した後もね、二人はね、結婚詐欺をね、まだ続けていたんです。ですがね、その犯行はね、どんどん大胆なものになっていくんです。ロンリーハーツ殺人事件。1949年2月27日、レイモンドとマーサの次なるターゲットは未亡人のデルフィン。彼女は2歳の娘レイネルと質素に暮らしていました。いつものようにマーサを妹だと紹介した後、2人はデルフィンの家に転がり込み共同生活を開始。そしてある日、マーサは未亡人のデルフィンに睡眠薬を飲ませます。そしてレイモンドは意識を失ったデルフィンの額に銃を突きつけ、ためらうことなく引き金を引いたんです。デルフィンはシートで包まれ、地下室に掘られた穴に埋葬されました。しかし一つ問題が残っています。それはデルフィンの娘レイネルの存在。デルフィンを殺害した後、マーサは尋ねました。娘はどうするの？レイモンドは答えます。俺を愛しているならお前がやれ。それを聞いたマーサは、私にはできないと言って泣きました。しかしひとしきり泣いた後、意を決してレイネルを地下室に連れて行きます。そしてマーサは幼いレイネルの頭をつかみ、バケツに溜めた水の中に沈めたんです。こうして罪なき母と子を殺害し、遺体を地下室に埋め終わった頃、突然玄関の呼び鈴が鳴り響きます。レイモンドは衣服についた土を払い、身なりを整えてから階段を上がりました。そして恐る恐るドアを開けると、そこにいたのは警官だったんです。実はその数時間前、デルフィンを殺害した時の銃声を聞いた隣人が通報していたんです。こうして殺人カップルは逮捕。そしてこの逮捕後でした。捜査によりさらなる事実が発覚。それによって全米の注目を集めることになるんです。デルフィン親子の事件だけのさ、だいぶ注目を集めそうなんだけど、他にあんのもあったな。そうなんですよ。ジャネット夫人、そしてデルフィン親子のね、事件以外にもね、まだまだ余罪があるんです。この事件はロンリーハーツ殺人事件と呼ばれ、アメリカ中の新聞がトップ記事として報道。そしてレイモンドとマーサの交流中は常に報道陣が張り付き、話題の殺人カップルと面白おかしく書き立てたんです。特にマーサに対しては、笑うバツイチ、ビッグブスといった嘲笑するような見出しが付けられたんです。いやもうこれもこれだよ。そしてレイモンドとマーサは史上最悪のサイコキラーカップルと呼ばれ、全米の注目を集めました。そして最終的に彼らに突きつけられた判決は両名とも死刑。しかしこれは当然の結果とも言えるんです。なぜならこの異常なカップルの犠牲者となった未亡人は20人を超えていたから。
そして1951年3月8日、2人の死刑が執行されます。レイモンドは電気椅子にかけられる直前、マーサに手紙を送っていました。その手紙の内容はこうでした。俺が愛した女はお前だけだった。それを読んだマーサは、これで喜んで死ぬことができると言って笑みを浮かべるんです。怖いよ。こうしてレイモンドは36歳、マーサは31歳の若さでこの世を去りました。もしもレイモンドとマーサが出会わなければ死刑になるほどの重罪を犯さなかったのかもしれません。メトラの皆さんはどう思いますか？